松田さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今回はですね、響きが少しずつ花がついてきましたんで、基本的に夏の花ですんで、今から準備してですね、夏に向けて、ちゃんと花を咲かせるように、していきたいと思っています。で、新しい方法をちょっと今考えておりますんで、その方法をちょっと紹介していきたい。新しい方法ですね。そうですね。はい。どんどん進化していこうと思っております。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はまずはですね、今9センチポットに苗を作っておりまして、こういう形になりました。これが響きなんですけれども、これが高めと言います。これがちょっと小さめの高めなんですけど、大小があってですね、ちょっと大きめのやつ早くちょっと植えてみました。同じ去年にできた高めです。こんな感じのやつ。これは2、3日前ですね、ベラボンで高めを植えたやつ、こんな感じで、これから苗作りが始まります。これからですね、2年育ててこんな感じになります。はい、もう2年経つとこれぐらいになって、やっと花がどんどん咲き出すという形ですね。今年の夏には、もう結構ある程度咲き始めるかなと思っております。これをですね、結構たくさん作っておりまして、これをどういうふうな製品を作ろうかなと今考えておるところで、まず苔玉にしてから、それをポットに置いて管理しやすいようにしようかなと今ちょっとひらめいたところがあってですね、それをちょっと今日は紹介していきたいと思います。ひらめいたんです。はい、もうちょっと苔玉の場合は水やりが大変なんですよね。そこら辺も考えて、水やりもそんなしょっちゅうしなくていい、植物も育ちやすい環境は何なのかなという今ちょっと考えておりまして、そこをですね、今回はちょっとその辺をクリアできるような形でやれるんじゃないかと思っています。ぜひ映像を最後まで見てください。はい、しっかり根が回ってますね。これぐらい回ってるよ。これはバーク単体で植えたやつですね。バーク単体。ニュージーランドから輸入したバークで単体で植えたやつですね。これを一旦苔玉にします。はい。苔を用意しまして、これに一応ですね、基本的にマグアンプを少しパラパラっと巻きます。パラパラっと巻いて、これを苔でくるんでいきます。一応これの仕上がりはですね、仕上がりというか、仕上がりは5月か6月ぐらいになってくると思いますんで、ある程度苔を巻いておけば、これが2ヶ月ぐらいできれいに仕上がっていくかなと思っております。こういう感じできれいに巻いてあげて、ある程度ですね、形を作っていきます。丸。押さえ込んでしっかり丸のおにぎりを握るような感じですね。とりあえず丸ができたら、糸の端っこを持って親指で押さえます。で一周くるっと回して、最初握った糸の上にかけてあげると、これでもう決まりますんで、決まるというか安定しますから、これからずれません、ぶれませんから、あとはもう親指離してもらっても全然大丈夫です。あとは形を作りながらですね、だいたい1、2センチずつずらしながら、回しながら糸をかけてあげます。だいたい1センチぐらいずらしながら、本体も回しながらやるとやりやすいです。本体を回しながらですね。本体を回しながら1、2センチずつずらしながら、きれいにたすき掛けをしていきます。で今1周しましたんで、あともう1周ぐらいしますね。今何気に形を見ながら出っ張ってるところはないようにちょっと今調整しているところですね。
ちゃんと底の方にも糸がかかるようにしております。はい、これでだいたい2周したんで、これで最終的に下の方に糸を持っていって、これでカットします。それでピンセットでこの糸の端っこを持ちます。糸の端っこを持って、ちょうどそこぐらいの、もうほとんど見えないですかね、想像ではい、つかめたんで、これで押し込んであげます。押し込んであげます。そうするともう出てきません。これを置くことによってもう外れることはないんで、あとはですね、この上の株元がですねバラバラに苔が出ているんで、これをうまくカットしていきます。散髪してあげます。たまに新しい新芽が出て、こんなのブツッと切ったら悲しいんではい、そこは気をつけながらですね。切ったことあるんですか？ありますあります。もう涙が出ましたね。それもアフィラムを切った時が、花芽いっぱい持ってるやつをブチッと切ってですね、泣きましたね悔やみましたけど、もう後の祭りでしたね。でこういう形で上をきれいに揃えてあげるとすっきりしますね。これで株元がすっきりしましたんで、きれいに株元がすっきりしましたんで、あとはですね、この飛び出しているところをカットしてあげます。飛び出しているところ、あんまり深く切り込むと糸を切ってしまうんで、飛び出しているところだけを切るような形でちょっと注意しながら切ってあげます。これでだいたいきれいになりました。でここでちょうどついでですから、この高めは取った方がいいです。これ高めがですね2本ついているんですけれども、今根がちょっと出かかっているんですよ。だいたい34ミリですね。これがもうちょっと大きくなってから取ってあげるといいです。今もう34ミリでも大丈夫なんですけど、安全に苗をこういう形で作りたいんであれば、だいたいこれが1センチぐらい、根っこが1センチぐらいになったところで取ってやった方がいいですね。本当は株のために早く取ってやった方がいいんですけれども、皆さんにお伝えする場合にはちゃんと根が1センチぐらい出てからの方がいいっていうことです。私はもう無理やりこれぐらい伸びたら取って植えてやってもですね、ちゃんと管理してやれば育つんですけれども、普通皆さんがやられる場合はだいたいバルブが出たら根っこが1センチぐらい伸びた時に取ってあげるといいかなと思います。上の方はまだ出ていないので、まだもうちょっと待った方がいいかなと思います。取り方はですね、もうここで実践ですからちょっとやってみますね。取り方ですね。私はこれぐらいで根っこが出たらこれぐらいで取ってべらぼんで植えますから、ちょっとどうやって取るかをお伝えしていきたいと思います。これはですね、こちら側にちょっとむしってあげるんですね。ちょっと引っ張ってあげると取れますんで、これに根っこが少しついております。本当はこの根っこが1センチぐらい伸びたところがいいんですけど、これぐらいでもべらぼんに植えてちゃんと水やり管理すればつがってきますんで、これは取っておきますね。どういった取り方したらいいかというので今お伝えしました。上の方はまだ根っこが出ていないんで、これはもうちょっと待ちます。こういう感じでとりあえず苔玉を仕上げて、これからどうするのかということを考えたら、このまま管理してやると水やりが結構大変になりますんで、これは去年まではこれをですね吊り鉢にして管理するというやり方もやりましたけど、
ちょっと響きは水が大好きなんですよね。で釣り鉢にすると乾きがむちゃ早いんで水やりがちょっと忙しくなるんで、それの対策をどうしようかなと今考えておりましたらですね、鉢にこう置いてあげて鉢の用土に根っこを張らせたらどうかなとちょっと思いましてですね、こういったやり方、まずはですね、この15センチのスリット鉢に用土を入れまして、それに置いてあげるという方法で、置いて水やることによって下に根がつくんで、そういう管理をして一応ですね実験してみようということで今考えてやっております。これもですね今後どうなったかっていうのを皆様にお伝えしていきたいと思いますんで、この用土もですね、一応特別に、下にですね、裏間の備長炭とボラ土で作って、それの上に、特別培養土を入れております。はい、特別培養土は、ベラボンとバークとボラ土を同等に混ぜた土で作りました。でそれを引いて、でその上に、苗を乗せるという形で、やってみようかなと思います。これをやることによって根が下にどんどん張っていって管理しやすくなる。で最終的に仕上がった段階で、これ飾り鉢ですね。金谷産業さんの鉢なんですけど、これで穴が開いていないんで皿がいらないということで、金谷産業さんのサラレスという商品でした。はい、これをうまく利用できないかなともう前から思っていたんですけど、それで、こういう形でスリット鉢に特別用土を入れて、これに乗せて最終的にこれに入れてあげるという製品作りをちょっとやってみようと思っております。で将来的にはここにですねだいたい2センチから3センチぐらいに、炭とボラ土を入れました。これ最終的な話ですよ。最終的にボラ土を入れて、ここからだいたい、サラレスの底からだいたい3、4センチはですね、水とか液肥を入れようかなと思っております。最終的に水耕栽培みたいな形になればいいかなと思っております。そこへも試験していきます。将来的にはここに穴を開けて、あんまり水にずっと浸かっている状態じゃなくて、浸透圧で上に水が上がるような形になるんじゃないかなと今思っておりますので、そこへも試験をしながら皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。こういう形で今ちょっと試験して、管理しやすい方法をちょっと今探しておりますんで、これがですね、どういうふうに育っていくかをこれから映像でお伝えしていきたいと思っておりますんで、そこへもぜひくるから村のチャンネルを覗いていただいて、あれがどうなっているのかっていうのをちょっと見てもらうといいかなと思っております。こんな感じですね。まずこんな炭を入れました。こんな炭を入れております。炭を入れて、まず炭をですね下に入れます。将来的にですねこのサラレスに水が浸かった場合に水が腐らないようにということも考えております。でそれにボラ土を入れます。ボラ土を入れて、これがスペシャルブレンドです。バークとベラボンとボラ土、中粒ボラ土を同等に混ぜたスペシャルブレンドで今試験しておりまして、結構調子がいいんで、これも水はけがいいんで、ちょうどいいかなと思っているところですね。これを鉢に入れていきます。鉢に入れていきます。でだいたいウォータースペースがある程度残るようにですね、2センチから3センチぐらいに今スペースを作っております。でそれにですね、
だいたいウォータースペースがちゃんと確保できるようにしまして、それに少し真ん中をへこませます。へこませて、先ほど作ったやつをポンと乗せるという形ですね。でこういう形で位置を管理していくという方法でやってみようと思っているところですね。でこれで根っこがつくことによって安定してきますからですね。なぜこういう感じにしたかっていう、一つのヒントがですね、響きって結構株元で咲くのが多いんですよね。はい。それで株元でバッと咲いたところをきれいに見せる方法はないかなと思ったら、こういうのを将来的に根上がりというような形でこう上に上げて、ここで花が咲いてくれるというのも一つかなと思っているところなんですよね。でこれでこう株元にバッと花が咲いて上にも咲いたらですね、結構見栄えもいいんでいいのかなと思っております。で苔もきれいに仕上がってくればですね、これもこれで新しい面白い商品になるのかなと思っているところですね。花をきれいに見せたいというところもありまして、こういう感じがどうなのかな。でこれをですね、もう本当に、ちょっと1年しっかり作り込んで、様子を見たいなというところなんですよね。でこれがですね、このままだったら見栄えもちょっと普通なんで、これをサラレスに入れてこんな感じにする。で将来的にはこの中に液体肥料を入れてやると、ボラ土と炭で浸透圧で上に水が上がって、水やり回数も少なくなると。水のやりすぎで溺れてしまうことを防止するために、将来的にはここに穴を開けてオーバーフローしないようにちょっとしようかなと思っているところですね。それは今後ですね、ちょっと状況を見ながら穴を開けるかどうかっていうのはちょっと試行錯誤していこうかなというところです。どの辺に穴を開けるのかもこれから大事になってくると思いますんで、そこ辺も研究しながらちょっとやってみて、新商品をこれでちょっと作りたいと思っているところですね。はい、響きどんどん進化していきますんで、それも要チェックでこう見ていただけるといいかなと思います。はい、これが全国的に主流になってくるといい、主流じゃなくていいですね、オリジナルになってくるといいかなと思っております。オリジナル商品ですね。はい、そういうところです。これもですね、いろいろ株の大きさもあってですね、いろいろちょっと今試験しているところです。株の大きさですね、バランス的にどんなのがいいのか、ちょっとこれは大株があったんで大株もこうちょっと作ってはみたんですけど、これもちょっと株の大きさを違うやつを入れてバランスがどうなのかのというのを今試しているところなんですけどね。置くだけで根っこを張らせて、それからですね、こっちのサラレスの方に入れてあげて、こういう感じの大きさ。ちょっとこれはちょっと大きすぎるのかなとは思いながら、これもそうやってですね、バランス見ながら、将来的にお届けできるかなどうかをちょっと考えていきたいなと思っております。こっちの方がですね、バランス的にはちょっといいのかなと思っております。でも花のですね、咲いた時の状態じゃないとちょっとこう判断できないんで、それはですね、ちょっと何種類か作ってバランスを見ながらちょうどいいぐらいのバランスのやつをちょっと見つけていきたいなと思っているところですね。はい、今のしたばっかりですけど、ここを 1,2 ヶ月管理してやるとこれから根が出てですね、管理しやすくなるかなと思っております。これもですね、ちゃんとした成長具合を見ながらお伝えしていきたいと思いますんで、はい、これが100点かどうかはちょっとあと1年ぐらい育ててみないとわからないと思いますんで、そこら辺はですね、きれいになった状態で皆さんには紹介していきたいと思っております。はい、進化型の育て方についてちょっと説明していきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。松尾さん、コメントです。はい、まずジャッキーさんですね。いつもありがとうございます。これはエビネランの動画です。はい、
そうなんですね。プロの生産者さんも昨年の暑さでダメージを受けたと。我が家の庭植えのエビネが枯れたのは暑さのせいだったと思わされました。鉢植えも半分くらいやられました。今年はもっと気をつけて管理したいと思います。大好きなエビネの開花時期が訪れました。楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。昔の地エビネは結構強いんですけれども、地植えされてて枯れたっていうのは結構厳しいですよね。で後輩エビネはちょっと地植えはなかなか難しいというところがあります。後輩エビネを植えた場合には、結構難しいところがあるので、それは徐々に、どうしたらいいかを今ちょっと勉強中ですね。はい。本当に去年はですね、50年来エビネをやっている方もちょっと枯れたということもありますし、花が飛んだということもあって、暑さはですね、暑さ対策が本当にしなくちゃいけないような状況になってきておりますね。はい。そこへんはですね、今年も暑くなるんでしょうけれども、私も生き残ったやつはですね、うまく管理していきたいなと思っているところですね。本当に夏、本当に扇風機を回したり、本当に通気性を良くしたりして、水やりも多くしていくしかないのかなと思っているところですね。で、後ろにちょっと今綺麗なやつが何鉢か咲いてきましたんで、これもですね、今生き残ったやつで良さそうなやつは店に並べて皆様にお見せしたいなと思っているところですね。はい。次です。これは、アローナ大好きさんという方です。はい。はじめまして、エビネ大好きと申します。私も趣味で30年ぐらい栽培してましたが、現在は20鉢ぐらいで楽しんでいます。はい。ベランダ栽培です。花芽がついているのは10鉢ぐらいです。やはり暑さにやられたみたいです。今は日に日に膨らんでいます。楽しみに待ちたいと思います。次の動画を待ってます。はい。エビネはですね、本当に花の成長が面白いんですよね。最初に出てくる芽が膨らんでくるというところもあってですね、そこら辺が面白いところです。はい。本当に去年傷んだのは残念なんですけど、またこれからですね、復活させていきたいと思っております。はい。成長、今から膨らんで花が咲いてくるのが本当に楽しみですよね。楽しんでください。はい。次は助太野さんです。先日デンドロビウムやフーランなどの植え付けを教えていただいたものの息子です。今節丁寧に教えてくださり大変参考になりました。ありがとうございます。こちらこそこの前ありがとうございました。本当にたくさん持っておられてですね、ぜひやり方でやってもらってですね、またこれからも、自分のところにまたたくさんあるということだったんですけれども、あんな感じで頑張ってやってください。この辺ありがとうございました。いつものジャッキーさんです。はい。これは昨日の動画ですね。フェアリーシリーズ。これ全部動画チェックして名前書いてあります。そうなんですか。デンドロ×石黒ですよね。ガーデンデンドロは。プロの方は新種育成され尊敬しかないです。石黒の形がよく出た品種とか花色も可憐で愛らしいです。増殖されてリスナーさんの手元に届くのが楽しみです。新品種紹介ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そうですね、もう私も楽しみで、今日も新しくちょっと面白い色を見つけてですね、本当に面白いところで、それもですね、ガーデンデンドロビウムなかなか作ってる方が少ないんで、これを徐々に広めてですね、ご家庭で楽しめるような時代にしていきたいなと思っているところです。フェアリーシリーズぜひですね、本当にたくさん作って、皆様にお届けしたいと思っているところです。はい。ご期待ください。はい、ありがとうございます。この方多分初めてだと思うんですけど、石川さんです。これエビネなんです。25年ぶりにエビネ栽培に戻ってきました。後輩の成果に驚いています。基本からやり直すつもりです。よろしくお願いします。25年前は相当ブームな時だったんじゃないかな。ブームがちょっと下り気味になったぐらいかな。はい。そうですね。もう本当に今色が違いますもんね。
はい、後輩船、そこへもですね、最初から本当に一つずつ始められていいのかなと思うんですよね。新しい色がたくさん出ていますんで、昔みたいに何万円何十万円とするもう時代でもないんで、いろんな色を集めて楽しまれたらいいかなと思います。はい、ぜひ頑張っていろんな種類を集めてください。ありがとうございます。むっちゃ綺麗ですよね。いや、むっちゃ綺麗やな。うちのより綺麗だ。これはピンクホワイトか。ピンクホワイト。あ、松浦さん、チーターさんです。はいはい。こんにちは。YouTube 楽しく見てます。はい、こんにちは。世界ラン展ではお会いできて本当に興奮いたしました。こちらこそありがとうございました。ラン展の映像を繰り返し拝見しています。映像を残していただいて感謝です。我が家にお迎えした花たちはとても綺麗に咲き誇ってくれています。いや、もう完璧ですよこれ。またいろいろお迎えできたらなって思ってます。これからも頑張ってくださいね。楽しみにしてます。一部画像をお送りします。ありがとうございます。今見ております。はい。むちゃ綺麗です。先日の映像で、フェアリーシリーズという名前を付けたんですけど、これはフェアリーシリーズのピンクホワイトに似ているんですけど、まだちょっと別ですね。こっちの方がちょっと色がちょっと薄いんで、まだ名前付けていないやつですね。はい。でもフェアリーシリーズで将来的に名前付けて出しますんで、はい。まだ新品種を先取りしたっていう形になっていると思います。はい。でも綺麗に咲きましたですよね。もうむっちゃです。むっちゃ綺麗に。で、今年はですね、これに根がステン皿に根が張ってくると思うんで、そこへもう夏場は楽しめると思います。それと今から肥料をやってもらうと新しいバルもパッと出てきますんで、花が終わった後にですね、それの成長も楽しめると思います。バルブの成長と根っこの成長が楽しめると思いますんで、その代わり肥料と水は結構やってください。それとできればですね、今年は液体肥料も併用してやるともう太りがいいかなと思います。はい、2000倍ぐらいで液体肥料もやってやるといいかなと思いますんで、はい、ぜひ、また来年は同じこれ以上に株を育ててきれいな花を咲かせてください。株も大きいし、いっぱい花つけてますよね。ですよ。何十輪あるんでしょうか。はい、これは素晴らしいいい感じになったかなと思いますね。誰が作ったんですかね。チータンさんじゃないですか。はい、もうこれからぜひまたこれを大きくして、で今日の映像で株分けの方とかやりましたんで、一時はこのままでいいですけど、このステンの鉢で大きくなりすぎたらまた切って半分に切って株分けもできますんで、そこへまた挑戦してみてください。はい、じゃあ次の映像を見させていただいて、はい、こんな綺麗に咲きましたか。はい、ジャン・オーリンシュテンレッド&ファイトっていう品種ですよね。むちゃ綺麗に咲きましたね。はい、もうこの株もうないんで、ぜひどんどん育ててもらって、もし高めが出たらですね、増やされるといいかなと思います。なかなか世界ラン展の売ってなかったし、他のところでも探してもなかなかないんで、貴重な品種になるし綺麗ですよね。むちゃ綺麗ですよ。はい。50輪以上つけてるんじゃないですか。これは優秀賞ですよ多分。はい。ジャン・オーリンシュテンが40輪以上咲いたらですね、評価されるという話をされてたんで、もう断然評価されていいような花立ちになっておりますね。はい。もう本当に買っていただいてありがとうございます。でこれだけ綺麗に咲かせてもらって、はい、よかったですね。よかった。私もよかった。咲いてくれて、はい。いやもうこれだけ咲けば本当にいいかなと十分かなと思っているところですね。はい。バルブも3本来てちょうどいいですね。
で今からですね、肥料をやっていただいて、乾いたら水あげてもらって、来年もですね、これ以上の株を作っていただいて、また楽しんでください。はい、いつも本当にありがとうございます。購入していただいた方、もしよければですね、写真も送っていただいてですね、できればコメントもいただければですね、こちらも励みになります。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。